あのね、ほんと楽しいよ、このバイク。やばいわ。ちょっともう脳のですね、なんかいろんなものが外れそうなんで、ちょっとやめましょう。めちゃめちゃ安心です。安心の僕この前はやぶさ乗ったんですけど、はやぶさね、こんなんでしたよ。レンタルバイク1回借りると2万以上します。それをですね、最近毎週借りております。レンタルバイク破産をしそうでございます。チャンネル登録はい、それではですね、ZX4R ワインディング行ってみたいと思います。いつもの峠に来ております。奥多摩周遊道路です。ここの制限速度が、50キロ、40キロですね。40キロなので、50キロを超えないぐらいのスピードで、まず安全マージン、法定速度、守って走っていきたいと思います。その時に ZX4R がどのような挙動だったり、どのようなエンジン回転だったりとかいう事実をですね、まず皆様に伝えていこうと思います。はい、どうも。はい、どうも。結構ね、最近工事多いですね。そして今日は11月の6日なんですけども、紅葉がね、ジャストじゃないですか。ジャスト。もうちょっと後なのかな。そしたらもうちょっと上に行くとね、いい感じの紅葉が見れるかもしれないですね。いやー、めっちゃ綺麗で、いい感じに色づき始めてますよ。さあ、それではですね、ZX4R、法定速度で心地いい回転数で走っていると、何速かな。ちょっとね、実はこの4気筒の高回転型エンジンの音に私が慣れていないというかですね、結構回っちゃってる感じがするんだよな。もうすごいのは、このハイパーエンジン5速とかでこの勾配走れちゃうのよ。5速45キロで3200回転ぐらい。全然問題ないですよね。ちょっと4で45キロだと、4だと3800回転ぐらい。45キロ、このくらいが気持ちいいか。3は3で45キロが4500回転ぐらいかな。ちょっとどう？音聞いててせわしない感じしません？そうでもない？じゃあ2で45が5800回転ぐらい。これはさすがにせわしないだろうね。え、せわしないね。1もいける？1いっとく。一応高回転型エンジンだから。45キロ、8000回転。うわ、ケツかいい。ケツと手がかいい。これはさすがにダメでしょ。うわ、めっちゃ綺麗だ。いやー、見れて嬉しい。綺麗だね、紅葉。なので心地いい感じで走ってると4343かな。4速でね、3800回転ぐらい。加速もするし、こんな感じです。加速ちょっと厳しいのかもしれないけどな。3で走ると結構せわしなくない？これさっきも言ったけど、マサチャンネル的には4343かなという感じがしますね。じゃあこの時にこの挙動ですね。
僕実は SS 系のバイクの挙動があまり得意ではないんですよ。クイックすぎちゃって。やはりフロント大口径のアドベンチャーとか、こう寝ていくときにこう抵抗があるから、しっかりこう荷重をこう乗っけていかないと曲がっていかない感じがあるんですけど、それが安心感だと思うんですよね。でこの辺の SS 系のバイクってヒュッて寝てしまって、その寝た先でもいやまだ俺は寝られるぜみたいな感じでバンク角を要求してくる気がするんですよね。なのでちょっと苦手なんですけど、これね今のところね、もちろんね倒し込みの初期はめちゃめちゃ軽い、ふーってこう寝てくるんだけど、はいどうも、はいいつもありがとうございます、どうも。寝た先はバンクが深く入ってきたところはちょっと抵抗があるのよ。だからね SS の割には怖くないと思います。この辺ね、この辺寝かし込みは軽い、もちろんインに行こうとします。これはもうバイクの特性上しょうがないですけど、この辺で割とちゃんと抵抗があるから、これはね僕今まで SS 系のバイクって、ちょっと苦手になったのがGSXR125 なんだけどあれを乗ってね俺ちょっと SS 恐怖症になったんでね、あまりにも軽くて、これはやっぱり190キロのバイクなんで非常に安定感があって、これは好感も出ます。またねハンドルポジションも思ったより低くないのよこれ。いや川崎さん本当よく作ってあると思うんだよね。スーッとこうインに体預けていくとそのままスーッと入ってきます。ただ思ったよりやっぱり切り込むな、やっぱバイクがすごく曲がるとするなっていう感じはしますね。でね街中でも感じたんですけども、意外となんだよね、このね振動が結構あるのよ。細かい振動、4気筒のね。でこのニーグリップしてるところ、それから手ですね、結構感じるのよ。かゆこゆいって言ってた、かゆい感じを。ただこれは気にならない人は全く気にならないだろうし、僕もそんなネガな感じでは感じてないです。振動が結構あるなという感じ。そして今橋の継ぎ目はねちゃんと拾いますね。ちゃんと拾うんだけれども突き上げてる感じじゃない、このダーンって突き上げてる感じではないです。もうちょっと優しい感じでしっかり捉えてる感じがしますね。イエーイ、やっぱりインにどんどん行くね。もっと俺を曲げてくれと言わんばかりにインに入ってきますね。今のゼブラもしっかり拾いますね。トン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 って拾いますけど、拾い方がこうダダダダダダっていう感じじゃないです。こういうところ拾っていますけど、やっぱねこの昭和のサスペンション入ってますけど、すごくいいんだと思いますね。 SS の操作系ちょっと苦手だったマサチャンネルが割とトラウマから脱しそうな操作性をしております。そしてね皆さん、この1万6000からレッドゾーンですよ。こんなエンジンちょっと回せと思っていると思いますが、はい、ちょっと止まりますよ。はい、お待たせいたしました。こちら奥多摩唯一の直線となっておりますので、一度回してみたいと思いますいきますよ。すげえ。いやこの音なんだよ、すげえなこれ。い
やばい、音がやばいよこれ。切り返しが軽い。紅葉が綺麗。いや、すげえすげえぞこれは。これ以上は無理です。こんにちは、どうも。いやー、すげえ。多分ポテンシャルの3分の1ぐらいしか使ってないんだろうな。とにかくすごいわ。寝かした時の安定度がこんなにあると思ってなかった。もうちょっとふわふわしてるかと思った。全然大丈夫だね。ちょっとね SS のトラウマ感からちょっと脱してたかもしれない。はい、ちょっと心をね落ち着かせたところでございまして下りですね。下りはどういう感じかなと。こういうねフロントフォークが結構立ってるバイクっていうのは下りになるとさらにフロントフォーク立ちますからね、非常に扱いづらくなったりクイックになりすぎたりとかするんですが、それからエンブレの感じ、それからブレーキですね、どういう感じなのかっていうのをお伝えできればなと思います。まずは、法定速度面でいくと今4速ですけど、そうね、徐々にスピードが落ちてくる感じ、ちょうどいいんじゃないでしょうかね。3にしてみましょうか。3だと3でもいいね。3でもいいね。2だとさすがに世話しないでしょこれね。ギクシャクね、こんな感じよ。綺麗でございます。楓でございますね。これとか色が濃くてすごく綺麗ということでね、2速だとギクシャクします。やっぱ3、4でしょうね。僕は世話しない感じが嫌なので4がいいかなと思います。どうも4がいいかなという感じがしますね。そして操作性です。下りでの操作性がどうでしょうか。そうね、上りでもね、これだけやっぱりスポーツバイクインに入ろうとするね、俺はまだ曲がれるぜみたいな感じでしたけど、そんなに上り下りは変わらない感じかな。クイックですね、非常に軽いです。今のところもね、ほんとさっとね荷重を内側にかけるだけでねふっと曲がってきますからね。上り下りもそんなに変わらない操作性ですごく好感持てます。やっぱりね、さっきのここもそうですけど、ぐーっとこうインに倒し込んでっていっても、ある一定のところまで行くとちゃんと抵抗が生まれてくるから怖さを感じない。本当に僕の SS トラウマをね解消してくれたかもしれない。じゃあブレーキはねどうなんだろうね。これ僕の好感持ってるのがね、川崎さんってねリアブレーキがすごく効くのよ。 Z900RS でもね思ったし Z650 でも思ったし、リアブレーキがすごく効きます。
でこのくらいやっぱりこう効いてくれるとすごい安心ですよね。姿勢を安定させるためだけにあるリアブレーキっていうのは制動を考えてるのかよくわかんないけど、制動までいかない、ね、リアブレーキのバイクってたまにありますけど、このね ZX4R さんも非常にリア効きます。でリアが効いてもちゃんと ABS が作動するのでそんな怖くないですよね。気持ちいい。いや気持ちいいね。じゃあどのくらいで ABS が効くぐらい効くかっていうと、ちょっとクラッチ握っていきますよ。もう全然今効いてますからね。もうねつま先立ててコーンなんていう感じじゃないですよ。もう結構簡単に、今もう全然効いてますからね。ふって乗っけただけですよ。なので本当安心感ある。このぐらいでやっぱり、ね、リアは効いてほしい。僕クロス株主でありかつオフロード出身なんで、リアブレーキ効かないの本当に嫌なのね。特に今僕乗ってるの JA60 の最新型のねディスクブレーキのクロスカーブだから、フロントブレーキも効くけど、前の JA45 のクロスカーブなんかリアブレーキ効かせられない人って多分ね絶望的に効かないとかって言い始めるじゃないですか。いやそれはねリアブレーキ踏んでなきゃ効かないですよ。さあ段差どうだ。おお優しくいなした。サスペンションの感じもすごくいいね。上りも下りもゼブラを越えてもふふふふふふとはきますけどね、これは上りも下りも変わらないですね。ちょっと葉っぱが怖いな。さあということでね、心地よく走ってみましょうか。では行ってみます。ここでねブレーキがさらにね分かるでしょうね。フロントブレーキもいいね。マサチャンネル的にはフロントブレーキ中指1本でかけるんですけど、効く暴力的に効く。うわー気持ちいい。うわ効くなフロントブレーキ。ただこのフロントブレーキも初期のタッチはそんなにこうなんかビビっちゃうような感じじゃないけどな。ちょっと一回フロントブレーキだけ。効くわ。これは効くわ。これはあまり握っちゃダメだよ。だけどなんか強烈にもうなんか扱えないほどのフロントブレーキでもないし、逆にさっきリアをちょっとコーナーで踏んだらリアスーって流れたから、リアの方気をつけなきゃいけないかも。リアめっちゃ効くよこれ。ほんと楽しいよこのバイク。やばいわ。ということでですね、
もうちょっともうお腹いっぱいでこれ以上やるとちょっともう脳のですね、なんかいろんなものが外れそうなんでちょっとやめましょう安全マージンでね、やめときましょう。もうバリバリのね SS ですから、コーナリングなんて苦手なわけなくて、でそれがね、僕の中でこの SS のイメージが GSXR125 で止まってたんだな。これはね、大きな間違いで、 GSXR125 はですね、こうバンクした先がすごく軽くてすごく怖かったんですよ。であれももう2、3年前なんで、もしかしたら今乗ったらもうちょっと違う感覚を持てるのかもしれないけど、でちょっとこう SS に対してちょっとトラウマ系があったんですが、今ね、こう乗ってみると寝た先もすごく抵抗があるし、サスペンションもそのフルバンクに近いところでも粘ってくれるし、接地感もすごくありますね。なので怖くないな、割とこういう感じで乗っても怖くないんだよね。危ないでしょ俺なんか脳から今いろんなもの外れかかってるから、ちょっとこれ以上怖いな、自分が怖いわ。なので SS トラウマみたいのを解決できました。素晴らしいバイクだと思います。かつね、ブレーキ性能とかもすごく良くて、ただちょっと怖いぐらいリアが効くかな、怖いぐらいリアが効くので、そこがどうかな、もしかしたら怖いって思う人もいるかもしれないね、もしかしたらね。ああ名残惜しいな、これももう帰っちゃうのか。というわけで ZX4R ですね、こちらの動画がワインディングとなります。はい、どうもありがとうございます。その他に高速道路、そして足つき取り回しポジションチェック、それからファーストタッチ総評燃費報告と4本構成となっております。そちら全部見ていただきますと ZX4R に関してはほぼほぼわかるんではないかなと思います。概要欄にリンクしてあります。ぜひご覧ください。そしてですね、まだ見れない場合は公開日前となっておりますので、公開日を待ってご覧ください。そしてだ、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてよろしければチャンネル登録をよろしければではございません。チャンネル登録お願いします。1回のレンタルバイク2万円かかりますここ最近ほぼほぼ毎週乗っております。非常に厳しいでございます。そしてですね、わずかな Google さんからの広告収入がほんの足しになっております。もう少しいただけますと、たくさん皆様のリクエストに応えることができるほどレンタルバイクに乗ることができるので、ぜひチャンネル登録をお願いしたいなと思います。そして奥多摩周遊道路、どうもありがとうございました。事故も多いです。皆様気をつけて、ご利用ください。そしてですね、私たちと同年代の皆様、私たち40代50代そして60代の方、可愛い女の子のね動画が楽しいのは分かりますよ。僕もそうです。ただマサチャンネルを助けると思ってポチッとお願いいたします。それではマサチャンネルこれにてバイナリー。